おだそんじこポテトでデータ分析やっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。今日ですね、アタックトリガーの上昇値判明したぞー。やっていきたいなと思います。ということで、アタックトリガー新しいね新スキルとしてきましたね。皆さんどうですか？使っている方もいますかね。実感もあんまり湧かないなって言ってる人も多くいるのかなとは思っておりますが、その一方でね、やっぱり動き出し違うよねみたいな思ってる感じてる人もねいるのかなと思います。ということでですね、今日はこのアタックトリガーの上昇値検証していきたいなと思います。結果から言います。判明しました。いやーよかった。これ判明できるんだね。そんな感じでしておりますが、今回見ていきたいなと思います。前回の動画をね見てないとちょっとよく分かりにくいかもしれないんで、まだ見てない方は前回の動画見てから見てください。はい、ということで検証方法ですね。検証方法は前回と同じような形にやっていきます。トレーニングモードを使ってですね、ボールをキープした状態で、インパクトシュートを打っていきます。で、この時にこのフォワードの選手が何コマ目で動き出したか、これをですね見ていきたいなと思います。この線が出た瞬間を0コマとしてやっていきます。1秒間60コマで測定をしていきましたよという形です。これ前回言ってなかったかな。インパクトシュートでやってるんですけど、インパクトシュートが一番分かりやすかったんですね。普通のシュートでもできるんですけど、一番分かりやすかったので、これでやっていきたいなと思います。使っていく選手ですけども、フォワードがね、ここがデンベレ、あとはムバッペを使ってやってきました。で、この時にボールを持ってる側の選手ですね、ここが今回のねアタックトリガー持ちのね選手にした場合と全く違う選手でした場合でどう違うのか、これをしっかり見ていきたいなと思います。リース・エムスが持ってない時ですね、アタックトリガーが発動してない時のものに関しては前回やったんで軽くおされをしながら、一気にね全部見ていきましょう。85からね見ていきましょう。大体7コマとかでね足がこう動いてますよ。これが90ぐらいになってくると4コマとかでね動いてるの分かりますかね。動いてますよという感じ。そしてこれが95とかになってくると3コマとかね、だいぶ速くなっていきましたね。これが98とかまでなってきますか。そうすると1コマでも動いてという状態になってきました。で、最後99の時にはねもう0コマとかもありましたね。もう線が出た時には動いてますっていう状態もありました。というこんな感じで違いが出てましたね。ではこれが、今回リース・ジェームスで持った時ですね、アタックトリガー付きの状態ですね。一応ボールキープをしている時にオフェンスセンスが上がるという説明なので、スキルの効果が発動されていればですね、この時にはもうすでにオフェンスセンス上がってるはずなんです。なのでここでシュートを打てばですね、ここで変わるんじゃないかというところで見ていきます。まずは85から見ていきましょう。ここで8コマとか7コマとかでしたね。なのでこれはですね通常の時と変わんなかった形になるんですね。ということでちょっと一旦続き見ていきましょう。87です。87になると6とか5、4も出てましたかね。なのでだいぶ速くなってましたね。さっき8とかだったからね、かなり速くなってるなという感じ。ちょっとここから飛ばしていきましょうか。89の段階でもそんな変わらなかったんですが、90になるとここからね4コマ3コマとかがね出始める感じになりました。でこの後は93ぐらいまでもねそんなには変わんないなっていう感じでしたね。93ぐらいからちょっと早いのかな、どうなんだろうって感じになってました。で94、こっからは完全にですね速くなってましたね。2コマ1コマ、あとね0コマまで出てましたね。94、95、もうこの後はねずっと012が出てましたね。なので99も一応やってみましたが0コマ1コマ2コマというような感じになっておりました。0コマは本当にねシュートの線が出た時と同時にもう足が動いてるっていう感じになってましたね。だいぶ速くなってますよね、そう考えると。とは思いましたね。ということで見ていただいたんで一旦グラフにしてみました。こうなりましたと。ということでこれがですね、この青い方が通常時で、こっちの緑色の方が今回のアタックトリガーがついた方のグラフになっております。まるで表現しておきました。これこうしといた方がね後で重ねた時に分かりやすいかなと思ったのでね、下がですねオフェンスセンスの数字で、ここがですね何個まで動き始めたかの数字になっております。で実際に記録したところがこの四角で、濃さが濃いほどいっぱいその数字が出たよという形になっております。こう見るとですね結構こっちの方が速くなってるのが分かるかなとは思うんですが、ちょっとこの URL とねちょっと分かりづらいのでちょっと重ねてみましょう。こんな感じになりました。どうですか、こう見たらここまでは同じなんですけど、もうこっからだいぶ速くなってるのが見てわかるかなと思います。で特にこの最遅の部分ですかね、ここのスピードの変わり目のところをちょっと見ていきたいんですけど、
例えばここで通常時はですね、92から93にかけてこういうね、変われ目がありますけども、これがアタックトリガーがついてる時は89と90のところでこれが起きてるんですね。で、通常時96、97で出ていたこの変わり目のところがアタックトリガーがつくと93、94で起きているという形なんですよ。これわかりますか？要はですね、これアタックトリガーの方をですね、横にずらすと面白いことが起きます。はい、どうですか？ここぴったり合う。すごくないかこれ。ということで数値3つ分ですね、プラス3横にずらすとですね、右にずらすとですね、ここが一致するんですよ。こんな綺麗になることある？いやはい、ということで目に見えてきましたね。確実と言っていいでしょう。もちろんね、最高速のところが若干違うところもあるんですけど、ここの1コマぐらいは若干のズレはね、しょうがないのかなとは思うんですけどね。ということで今日は結論です。アタックトリガーの上昇値はオフェンスセンスプラス3とします。はい、というところで見ていただきました。いや、今回は間違いなく解明できたでしょう。こんなにぴったり合うことないからね。こんなの。若干のね、1コマとかの差はもちろんあるにしろですね、記録がね、全体的に上がる瞬間を見ていくと結構ぴったりはまったんで、今回プラス3と言っていいんじゃないかなと思います。速度だけ見るとプラス2と言ってもいいのかなって思う時もあったんですけど、この分かれ目を考えるとね、プラス3がかなり濃厚なのかなと、確実にプラス3と言ってもいいのかなと、そんなレベルかなと思います。はい、ということでチーム全体、味方、そのボールをキープをしている選手以外ですけど、ボールキープしている選手がオフェンスセンス高くなったところで何が変わるのかとかはちょっと分かんないですけど、チーム全体のオフェンスセンスが3プラス3されるって結構でっかいよね。そんな感じはしてますね。オフェンス戦をどこまでみんなが重要視するかとかにもよるかもしれませんが、でも実際体の選手が今、特にフォワード系の選手だと90とかを超えてくる育成にしてるはずなんで、そうなってくるとここのプラス3は違いが出てくるかもしれないですかね。一応理論値ではあるけども、アタックトリガーがね発動すれば94までオフェンスセンスをね上げておけば、ほぼカンスト状態が変わらないようなねオフェンスセンスになっているとか考えたら、かなり大きいは感じるっていうところですよね。ただ育成を考えるほどかと言われるとちょっと微妙なラインかなと思うんですけど、ただ今回来たような3人を同時起用するとかになったら、あんまり意識しなくてもビルドアップの時にこの3人の誰かしらが触っていれば、オフェンス線がね全員3上がっているって考えたら、そういう風に使っていくんであればチーム全体的に育成を若干変えるっていうのも、そういう考え方はありなのかなとは思ったりしますし、あと今後ねアタックトリガーがどんどん出てきてスカットの中に割と多くなっていった時に育成変えるっていうのは一つ手なのかなとは思いましたね。いずれにしてもですね、この数値が上がることによって反応速度っていうかねところは速くなっていってるので、そういった意味ではいつもよりフライパスが通りやすいとかね、裏へのパスへの反応が速くなったりとか、あとはシュートのね跳ね返りに対しての反応みたいなところが速くなったりするっていうことはあるかもしれないですね。なので考え方によってかなりぶっ壊れな雰囲気もあるし、人によってはじゃあ別にいいかなっていう考え方にもなりそうな、ちょっと意見がね分かれそうな感じというかね、でもなかなか面白いスキルだなとは思いますね。はい、というところでいかがだったでしょうか。今回はかなりやったんじゃない？てかすごくないこれ。コナミさんどうだ？さすがに今回はもう無理だろうと思っただろう。見事にねこれは解明できたと言っていいんじゃないかなと思いますので、よろしくお願いいたします。これ多分絶対世界初じゃないかな。そんな気がしてるんで、ぜひですねこの動画良かったら参考になって面白かったなと思った方ですね、高評価、チャンネル登録、ハイプマジでお願いします。本当に皆さんの高評価を押してあげようっていうね、その気持ちがこういう検証につながってますので、今後もねまたこんな風にうまくいく検証ばかりではないんですけどやっていきたいなと思いますから、ぜひこの機にチャンネル登録もよろしくお願いします。あとはメンシップもねぜひよかったら入ってみてください。ディスコードもメンシップ限定のディスコードもあってね、そこでフレマとかも毎日やったりするんで、ぜひ気になる人はねチェックしてみてください。はい、というところでいかがだったでしょうか。いや今日はちょっと疲れたな、だいぶ眠い。今だいぶ深夜ですけどだいぶ眠い。ヒカクさんのね誕生日配信も見ながらねずっと検証しておりましたはい、というところでですね今日はこれで終わりたいなと思います。ということでどうか
今後ともよろしくお願いいたします。はい、ということでこれで終わりたいなと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。